皆さんこんにちは。サイバーコネクト2ゲームクリエイターセミナー2021アーティスト編を始めさせていただきます。本日はゲーム会社でデザインをインターフェイスデザイナーという選択肢と題してお話しさせていただこうと思います。まず簡単な自己紹介をさせてください。株式会社サイバーコネクト2でインターフェイスデザイナーをやっております松室と申します。現在は先日発売された鬼滅の刃日の神血風弾の開発に携わっております。2020年に4年生芸術大学を卒業した後、サイバーコネクト2に入社しました。入社して2年目の新人デザイナーです。突然ですが、サイバーコネクト2が募集しているアーティスト職はどれぐらいあるかご存知でしょうか。現在、サイバーコネクト2ではアーティスト職は全8職種募集されています。アーティストと一口に言っても細分化されており、よりプロフェッショナルに一つ一つが職種として存在しています。私の職種であり、本日お話しさせていただく職種のインターフェイスデザイナーも現在募集を行っています。インターフェイスデザイナーは UI デザイナーとも呼びます。セミナーを終えて興味を持たれた方は、ぜひご自身で調べてみてチャレンジしてみてください。今日はインターフェイスデザイナーについてあまり知らない方など初心者に向けた内容になります。私は大学では広告系デザインを専攻していたため、DTP、Web といったグラフィックデザイナーやコピーライターを目指すのが一般的だったのですが、在学中にゲーム UI の面白さに気づき、ゲーム会社でインターフェイスデザイナーになるという選択肢を取りました。このセミナーでは、インターフェイスデザイナーという職種の紹介や魅力を伝えたり、実際にインターフェイスデザイナーを目指すために必要なスキルなどをお話しさせていただこうと思います。本日のプログラム内容はこちらになります。順番に進行させていただきたいと思います。では早速本題に進んでいきます。ゲーム会社のグラフィックデザイナーと集まり、開発職のアーティストを指します。アーティストとひとまとめに言ってはいても、3D を扱ったり、映像を扱ったりと、様々な職種があります。インターフェイスデザイナーこと UI デザイナーを本日は紹介していきますが、そもそも名前だけ聞いてもピンとこない方もいるかもしれません。UI とはユーザーインターフェイスの略称です。利用者と機能の接点を指します。接点というのがインターフェイスです。UI は身近なところにたくさんあります。普段使っているスマートフォンもそうですし、電子レンジ、テレビ、エレベーター、車のナビにだって UI は存在します。例えば、電子レンジならご飯を温めたい人がユーザーで、500W や簡単温めモードがシステムで、それを操作決定するためのボタンや情報を表示する液晶はインターフェイス、つまり UI になります。私はゲーム会社に勤めるインターフェイスデザイナーなので、もちろん担当するのはゲームに関する UI です。それでもって作る部分はゲームソフトウェアであってハードウェアではないので、ゲーム会社のサイバーコネクト2のインターフェイスデザイナーが作る UI は電子レンジでいう液晶パネルの部分の表示物になります。電子レンジで説明しましたが、ゲームだとこうなります。ユーザーが直接手で触る部分やコントローラーやキーボード、マウスなどを使って間接的に操作する画面中のボタンなどがインターフェイスです。ゲーム会社のインターフェイスデザイナーは画面に表示されるボタンなどを制作しています。実際にインターフェイスデザイナーが作った画面がこちらになります。これはモード選択画面といって、
タイトル画面の次に遷移する各モードを選べる画面になります。ハットと呼ばれるような対戦ゲーム中の HP ゲージやストーリーモード中に表示されるマップなどもインターフェースデザイナーが制作しています。インターフェースという部分についてイメージできたと思うので、次に具体的なインターフェースデザイナーの仕事内容についてお話しします。インターフェースデザイナーとは、ゲームの操作や選択をするために必要な情報をまとめ、世界観を演出・表現しながら、ユーザーが迷わないよう分かりやすくデザインする仕事です。デザイナーの仕事は、家庭にアートの手法を用いますが、根本は問題解決です。しかし、ゲームインターフェースデザイナーは、他のインターフェースデザイナー職と比べると、アートの割合が制作において多く必要とされます。デザイナーの本質、情報設計という部分を突き詰めた仕事であり、ゲームの世界を表現するアーティストとしての側面を持つデザイン職です。私がインターフェースデザイナーという職種が好きな理由の一つなのですが、一目見てワクワクするような質の高いビジュアルを作りつつ、ユーザビリティを考慮しながら優れた操作性を提供するアーティストという枠組みのインターフェースデザイナー、とても楽しい職種だと思いませんか？サイバーコネクト2のインターフェースデザイナーの業務内容はざっくり分けて、1、遷移図、2、デザイン制作、3、リソース作成になります。まず、1の遷移図です。デザインを行う前に、工数出し、使用書読み合わせを行います。使用書が出たばかりならば、ミーティングを行うなどして、タスク単位でゲームデザイナー、プログラマー、アーティストが集まり、小さなチームのように進行したり、遷移図を作りながらゲーム全体をイメージしてすり合わせを行います。仕様が固まれば、2の案出しデザイン制作です。使用書をもとに必要な要素や提案を織り込みながら数案出します。UI のリーダー、アートディレクター、社長、クライアント様など順番に間を往復しながらデザインを決めます。デザインが決まったらプログラマーにお渡しするリソース作成です。サイバーコネクト2ではアンリアルエンジン4で開発を行っているので、アンリアルエンジン4の UMG というツールでアニメーション作成、リソース作成を行います。リソースの作成ができたら、プログラマーさんにどういった画面で使うのか、どの画面から遷移して、どんな時にアニメーションが起こるのかなど、動作を記載した指示書と一緒に実装をお願いします。1日の流れとしてはこのような形です。出社してからまず朝礼があり、作業開始です。細かい仕様のすり合わせなどをしながら作業を進めるので、ゲームデザイナーやプログラマー、上長などとのやり取りは基本的に常に行われています。朝礼、修例やミーティングでは、各々の進捗状況を報告したり、共有事項を得たりしています。弊社の採用スタッフ紹介ページにも1日スケジュールが載っています。興味がある方は概要欄にリンクがあるので、ぜひご覧ください。インターフェースデザイナーになるために今するべきことをお伝えしたいと思います。インターフェースデザイナーに興味を持ってくださった方がいれば、ぜひ今からお話しする内容を聞いていただきたいです。まず、インターフェースデザイナーの楽しいところですが、これは私がインターフェースデザイナーという職種が好きな理由の一つなのですが、一目見てワクワクするような質の高いビジュアルを作りつつ、ユーザビリティを考慮しながら優れた操作性を提供するアーティストという枠組みのインターフェースデザイナーというところにあると私は思っています。つまりになりますが、結構欲張りな人におすすめしたい職種です。まず、インターフェースデザイナーに求められることは、デザイン力、
そして提案能力です。トップダウンで決まるデザインなんてものは実際にはなく、ボトムアップで現場から提案する力を大事にしたいし、サイバーコネクト2ではそんなインターフェースデザイナーを求めています。デザイナーはいいものを作るし、提案する能力も必要です。提案するためには、論理的な思考力、レイアウト力、世界観に合わせた表現力、ユーザーフレンドリーな視点、コミュニケーションといった能力を総合的に養っていく必要があります。デザイン力、提案能力という部分を磨くために、私が学生時代してきたことは、インターンシップやゲームジャム、勉強会などに参加する。あとは、ポートフォリオ作りもそうですが、レイアウトや繊維について教授に見てもらったり、課題だと思ったことは、知り合った先輩デザイナーや教授にお願いしてひたすら見てもらっていました。なんだ、そんなことかと思った人も多くいると思います。結局、場数をこなして経験を積んでいくしかないということです。学生時代に私がしてきたことは大切ですが、普遍的だなと思われるかもしれません。なので、採用担当者がどこを見ているのかを聞いてきました。1、UI 作品の完成度。2、作品のアイデア。3、ポートフォリオが資料として成立しているかを見ています。順番に説明していきたいと思います。1、UI 作品の完成度。完成度を突き詰める能力があるかどうかは重要です。ここで能力がないと判断されてしまうと、インターフェースデザイナーになることは難しいです。判断材料に、まずレイアウト能力を見ています。ユーザー、プレイヤーとして制作物の UI を触ってみたときに、わかりやすいかなど、操作のしやすさという部分が判断基準です。なので、メニュー画面やバトル画面など、情報量が違う作品が2パターンある方が、レイアウト能力が評価しやすく、選考に有利だと思います。その上で、作品のコンセプトに合うデザインになっているか、クオリティ面は申し分ないかを総合的に見ています。わかりやすく目に入るのは色情報なので、選考を通る作品は、まず色の選択が適切で見やすいです。また、素材の細部の処理や丁寧さはよく見られています。どこまでの水準で物を見ていて、完成度を突き詰める能力があるかが現れやすいです。2、作品のアイデア。表現したいコンセプトがあるのか、また、どれぐらい物事を考えることができるかなど、作品を通じてアイデアを出す能力は見ています。3、ポートフォリオが資料として見やすく整理できているか、情報整理ができているか、ポートフォリオ自体も作品として見ています。細かいところだと、応募書類の文章構成なども見ています。1、3で出てきましたが、レイアウト能力は必ず見られます。UI 業務以外でも資料制作する機会はたくさんあります。デザインを作った後のチェックだって一種のプレゼンテーションです。いかに自分がやりたいことを正確に伝えられるかが求められます。最後にまとめになります。インターフェースデザイナーの仕事とは、プレイヤーを第一に考えて、現実とゲームの世界の境目をなじませる入り口を作ることです。そして、そんなインターフェースデザイナーという職種の魅力ですが、設計を突き詰められる、世界観の表現ができる、アーティストという枠組みのインターフェースデザイナー、とても楽しくて魅力的に感じませんか？インタラクティブな体験でプレイヤーの心を動かすために、サイバーコネクト2ではインターフェースデザイナーからもガンガン使用提案もできます。インターフェースデザイナーになるためには、デザイン能力と提案能力が必要です。採用の際は、デザイン力をより掘り下げて、論理的な思考力、レイアウト力、ユーザーフレンドリーな視点、表現力をアピールできる作品作りや面接ができると
ぐんと評価が上がるはずです。採用担当者は、インターフェースデザイナーに必要スキルがあるかどうかを確認する際に、1、UI 作品の完成度、2、作品のアイデア、3、ポートフォリオが資料として成立しているかを必ず注視しています。インターフェースデザイナーに求められていることや、採用担当者が見ているポイントなど、以上のことを意識しながら、作品作り、ポートフォリオ作りをしてみてください。最後に、おすすめしたいウェブサイトを紹介します。ゲーム UI データベースです。様々なゲームの UI を画面ごとに見ることができます。今まであまり意識せずゲームをしてきた方もいるかもしれませんが、眺めるだけでも楽しいサイトになっています。ぜひ見てみてください。最後にお知らせです。ゲームクリエイターを目指す方へおすすめのサイバーコネクト2の書籍のキャンペーンを行っております。この機会にぜひご利用ください。キャンペーンの詳細は概要欄のリンクをご覧ください。本セミナーは以上になります。インターフェースデザイナーに興味を持ってくださる方がいればとても嬉しいです。サイバーコネクト2でインターフェースデザイナーとして一緒に働きませんか？ぜひチャレンジしてみてください。お待ちしております。以上で発表を終わります。ご視聴ありがとうございました。